皆さんこんにちは、ひがです。今回は誰でも簡単に飛ばせる上級者スイングの方法をやっていきたいと思います。これは女子でも遠くに飛ばせるようになる。小柄なちっこい女性でも、カリカリな細い男性でも飛べるように飛ばせるようになるし、再現性も上がってくるんじゃないかなと思うので、やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。上級者の人のスイングって本当に綺麗だな。上級者はやっぱりもうスイング見ただけで、この素振り球打たなくてもやっぱこの人うまいなって分かるじゃないですか。それってやっぱ今いろんなポイントがあると思うんですけど、今日は特にトップの位置、自分に合ったトップの位置を見つけることによって再現性も上がるし、飛距離も安定して飛ぶようになってきますので、自分の正しいトップの見つけ方、人によって違うと思うんですよ。身長も違ければ腕の長さも違うし、なんで絶対ここっていうところはないと思うんだけど、自分に合ったトップの位置っていうのがありますので、そこを見つけていこうかなと思います。で、今日は本当はドライバーでもいいんですけど、やっぱ分かりやすいのはアイアンかなと思いますので、7番アイアンでやってみて、基本はね、スイングの基本は全部一緒なので、ドライバーでも延長でできたらいいかなと思いますので、アイアンでやっていきます。はい。実際によくあるスイング、こういうのですみたいな、ある例をいくつか。OK。実際レッスンお客様のしてたりとか、萌えのしてたりとかするんですが、結構あるあるなスイング、よく言う手打ちとか、皆さん言われたことあるんじゃないかなと思うんですが、あります。手打ちって実際本当に腰から上の上半身とか腕だけでこう振ってるスイング、手打ちっていうんですけど、手打ちの状態でこう球を打つと打ってみる。手打ち、ここだね。こんな感じになってしまいますよと。手打ちってこう左に引っ掛けやすかったりとか、一番は再現性が落ちるね。いい球さっきみたいに打とうと思えば打てるかもしれないですけど、それが実際緊張がかかった本番でできるかって言ったら、やっぱ手先って器用なので、こう無理に変に動いちゃうので、手打ちは NG なんですが、手打ちになる原因の一つとしてテイクバック、初動ですね。トップまでに上がってくる時点で、手先だけでヒョインって、手首で上げる人、これって下半身も動いてなければ胸すら回ってないわけじゃないですか。これだと手で上げてしまったものっていうのはもう手で下ろすしかない。ここから上がってここから急に体回す人ってなかなかいないと思うんですよ。なんで手上げでなってしまったものっていうのは手打ちになりやすいよっていうのがありますので、トップの位置でちゃんと体を回しておくっていうのも大事で、それをね修正するじゃないですか。手打ちってみんなに言われて、手打ちをやめよう、回転しようってなって、次のあるあるビヨーンって、これね回転さっきよりしたけど何がダメだと思う？なんだろう。回転しときゃいいみたいな。そう、そんな感じかな。回転しすぎっていうのは、特に見てるのは下半身。ここからグイーンって行き過ぎると、上体と下半身のこの捻転差がないの分かります？全部一緒にぐわっといっちゃってると、重心すらもこう右に移動してスウェーになってしまったりとかするので、捻転なしスインググイーン。なんか回転はさっきより入っているように見えると思うんだけど、実際球自体はまだ飛ばない。で飛距離を出す、なおかつ再現性を上げるってなると、ゴルフのスイングって回転運動は回転運動なんですけど、回転だけじゃなくてどっちかというとこう下半身と上半身に捻転差があって飛距離が出てくると、このねじれとかでねためができたりとかするので、なので下半身がゴワーンと回りすぎてしまっても捻転がないし、軸もぶれるしっていうので再現性が落ちる。これもあるあるかなと思います。トップは高い方がいいのか
低い方がいいのか。はい、これねトップは高い方がいいのか低い方がいいのかは正直人それぞれ。本当にプロゴルファーのスイング見たら分かると思うんだけど、例えば菅沼菜々ちゃんとかはだいぶアップライトなこあ、そうなの。う入るんだけど、渋野さんとかはだいぶこう低いところにトップがあるけど、けどそれはちゃんと自分に合ったトップの位置ってことなんだよね。で自分に合ったトップの位置があるから高ければいいってもんでもないし低ければいいっていうもんでもないと思うので、ここからは自分に合ったトップで飛距離も再現性も上げていこうよっていうレッスンをやっていきます。はい。まずは自分に合ったトップを見つけるんですが、手上げだと見つけられませんので、ちゃんと体の捻転を作った状態でしっかり正しいトップの位置を作っていきたいんですね。まず大事なのは回転。肩は90度に回していきましょう、トップまでは。でこの時にプラスで重要なのは腰の回転なんですけど、腰も90度までいかないように腰は45度、わかりますよ、この捻転差でボールを飛ばしていくので、まずテイクバックの初動ですね。ヘッドからパンと上げないように、これ手先の手上げになってしまうので、意識としてはちょっとこう右足前ぐらいまではしっかり地面を触りながら上げてくる。で遠くに上げるイメージで、トップって聞くとみんなやっぱ高いところ上に上げようとするので、こうやって上に上げようとするじゃないですか。これって肩入らずに別にこの腕の振り下ろしだけで上げてるだけなので、肩は入らないんですよ。トップの意識としてはあっち、飛球線の反対側に向かって右打ちの人だったら左腕をしっかり遠くに伸ばすイメージで上げてくると、自分の顎の下まで肩が入ってくるの分かります？これでちゃんと肩が入ってる状態になれる。ちゃんと90度まで回す。でプラス腰は45度で止めとく。でこの45で止めるポイントもあります。ポイントは右膝構えて、アドレスって軽く膝がちょっとたるんでる状態だと思うんだけど、ここから膝がパンって伸びてると腰っていうのはどこまでもいっちゃう。そうなんで回転と思ってパーンって上げちゃうと、これは捻転ではなく回転のしすぎ、腰がなんで、構えた時のこのたるんだ右膝っていうのはなるべく高さは変えないように上げてくると45度で勝手に止まるし、この股関節に乗ってくる感覚っていうのが分かります。で股関節に乗ってるか分かんないよっていう人はバックスイング上げて、これ今変わってないじゃないですか、右膝。ここから少しこう屈伸運動入ってもらえると、股関節に乗った感覚と右お尻がちょっとこうストレッチ効いてギューって伸びてくる感覚があれば OK。けどなんかそれだけでまずトップの形がめっちゃ綺麗に見えるでしょ。やっぱなんか手上げのダサトップの位置を感じるそうだよね、これよりもやっぱり、みんなプロってグッて入ってさ、かっこよく下半身がドシッとしてさ、こうねブレないようなスイングをするじゃないですか。それが大事。今のいくつかのポイントだけでもだいぶ変わりそうな、ね、変わりそう感じ。じゃあちょっと実際に打っていきたいと思います。はい、それではせっかくトラックマン使ってるので、スイングの映像とデータを比較していこうかなと思います。左が今のやつ、いい時の、で右が手打ちの時のトップの位置なんですが、結構スイング違うと思います。バックスインググイーッと上げてきて、ここまでですね。全然右は下半身がやっぱ動いてないし、なんか力が抜けてる感あるよね。ふわふわして振ってるみたいな。弱そう。
しっかりやっぱ下半身がどっしりしてる感じとふわふわしてる感じのまずトップの位置の違いと、あとは腰の回転ですね。全く動いてないのと、しっかり45度は入ってて、さらにそれよりも上半身がひねれてる状態。ここから、はい、もっと変わってくるのはここからですね。トップを変えたことによって、ダウンスイングからインパクトにかけて全然違うの分かります？インパクトの形だけ見れば全然違うと思うんだけど、左はしっかり捻転が入って、その捻転を戻すことによってインパクトでしっかり左お尻が見えてる。でも手打ちで上げたものっていうのはやっぱりそこから下半身は動かすことはできないので、やっぱインパクトでも手打ちになって、なんか本当にか弱いよね。けどトップでこんな変わるんだって、ね、結構大事なんだ。大事なんです、トップの位置っていうのはみんな結構ねふわふわっとこう作っちゃう方いるんですが、ここまでインパクトの形まで、フォローもね全然違うしね、フィニッシュまでも全然違うと思うんですが、それよりも何よりもデータですね、手打ちの時トータル94ヤード、約100ぐらいですよね。だいたい女性平均100なんですけど、ぐらいしか飛んでない。しっかりやっぱ自分なりのスイングヘッドスピードがあれば今149まで伸びてるので、50ヤードぐらいは変わってきてるわけですよ。それってもちろんね柔軟性だったりとか体重身長筋力とかで飛距離は全然変わると思うんだけど、今ね本当に女性平均100だとして100も飛んでない人ってやっぱいると思う。で男性でも130しか飛ばないとか、お客さんで飛ばなくて悩んでますって人いるので、やっぱ男性平均は150なんでね、私ぐらいの飛距離は出せると思うので、手上げではなくしっかり自分の正しいトップの位置を作っていけるような練習をしてあげると距離が全然変わってくるし、再現性もねやっぱ上がってきますよね。ということでここからは私ではなく実際に前に、やってみてもらおうかなと思いますので、ちなみに萌えの飛距離は今7番は130。おお、結構飛ぶよね。女性にしては女性平均はるかに。おお、ナイススイングだね。おお、いいんじゃない？オッケーオッケー。いやでも綺麗じゃない？前のトップの位置。どうですか？いや、いい。めっちゃいい。ちゃんとさ、できてる。簡単にまとめますと、トップの位置は肩90度、腰は45度、で右膝のアドレスからの高さはキープして打つ、手先で上に上げようとか下に下げようっていうのは絶対にやっちゃいけないと思うので、肩がちゃんと90度で45度で回れば自然にいいところに上がってくると思いますので、それが今日のポイント。はい。じゃあ私もね、トップはできてるけど、それをちゃんと常に意識して、そうだね。これからも練習していきたいなっていうふうに。これからも飛距離を伸ばして回していきましょう。みんなを驚かしていきたいとみんなを驚かせたいよね。思います。はい。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。いいスイングにはスイング練習に特化したトラックマンが置いてあって、トラックマンのいいところは自分のスイングがしっかり自分の目で確認できるのと、あとは数値が細かく出てくれるので自分の今のスイングを分析するだったり、自分が悪いところいいところっていうのをちゃんと分かるのでとってもいいですよね。とてもいいですよね。私も普段練習するときはやっぱトラックマンで練習すると、やっぱすごく理解しやすいですし、直しやすいので、ぜひ皆さんにもそれを体験してほしいなと思います。この動画がためになったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。それでは次の動画でまたねー。